日本各地の映画文化を支える映画館、通称ミニシアター。これは地域に根ざした独自の視点で活動するミニシアターたちの物語。今回は兵庫県神戸市にある元町映画館をご紹介します。1990年代にミニシアターっていうのがブームになるんです。一時期盛況にはなるんですけども、2010年ぐらい元町映画館ができる頃はミニシアターなんてなんで今時作るのみたいな、そういうリアクションですね。もともとですね、この建物土地を持っていました、堀忠さんっていう、お医者さんがいるんですけども、前途多難な時期に堀井さんがもともと夢だった映画館を作ろうと。で一人ではできないので、有志の10人ぐらいの出資者と、あと私含めて、現場のスタッフですね、みんなで、試行錯誤しながらなんとか立ち上げたっていうのが、この映画館の最初です。その映画館の営業に関してはまだ分かってない人たちが集まってはやってましたね。お客さんが来たらまずいらっしゃいませって言って、その後何するんだっけみたいな、もうそういうところから本当に手探りで、幸いにも立ち上げからお手伝いしたいっていうボランティアさんがいてくれてたんですね。でその方たちと一緒に、いらっしゃいませの後は何するんだっけとか、カウンターはどこにあったらお客さんは使いやすいのかなっていうのを、集合値じゃないけどみんなの記憶を頼りに、こうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかなっていうことを相談しながら作っていったって、本当に手探りでした。もちろんここ映画館作るにあたって建築士さんの方にお願いしてるんですね。普通はですね、建築士さんと施工業者に任せっぱなしなんです。でここカーペットとか敷かれてますけど、これみんな一人一人私たちも敷いたんですね。上がこれ黒いペンキ塗られてますけど、これも基本私たちが塗ったんですね。そういう意味で、ありえない、手作り、ここで映画館を作るっていうこと自体が一大イベントやったかなと思えば、そんな感じがしますね。うちはやっぱりみんなで作った映画館であり、みんなで運営している映画館っていう意識がやっぱどこの劇場よりも強いと思うんですけど、本当にずっとみんなで作ってきた。だから誰も多分俺の映画館だって思ってないんですよ。はい、こちら入り口になっておりまして、こちらでチケットを購入する受付になりますね。受付の横にですね、こういう映画の宣伝あります。今上映している映画をずっと並べてですね、ある企画のもとにこれ並べているので、もうこれを見たら次これっていう、宣伝にもなっているんですけども、これスタッフ石田がちょっと女性映画連続公開ということで作っています。いや結構あれもね、読む分にはすぐ終わっちゃう文章量だと思うんですけど、考えるのってやっぱ大変だなと思いますし、人に映画の魅力を伝える文章とか口で話すっていうのもそうですけど、鍛錬だなとは思いますね。面白い映画あるって聞かれることもあるんですけど、でも面白いっていうのは与えられるものじゃなくって、自分が感じることなんですよね。だから面白いは外からやってくるものじゃなくって、自分の中で生まれるものだから、面白いはあなたが作り出すんですよってミニシアターの映画はやっぱ見る人によって感想が全然違ったり、感じることが違ったりするんですけど、それもやっぱり自分だけの感じ方とか感情の動きを知るには良いんじゃないかなと思ってます。あとこちら壁にT シャツずらっと並んでますけども、こちらですね、普通の T シャツに見えるんですけども、実はいろいろですね、支援
の T シャツであったりですね、元町映画館のその10周年を記念して作った T シャツ、映画音楽っていう作品をうちで上映した時に、原作者の方がうちの玄関をイラストして作ってくれた T シャツもあります。元町映画館の取り組みなんですけども、インディーズの監督たちがですね撮った作品をよくするんですね。でその監督たちはとりあえず上映したいんです。でも大きな映画館ではできないと、まだ駆け出しとか無名であったりするし、初めて映画を撮ったっていうことで、そういう監督たちが受け皿になるのがミニシアターであるんですね。舞台挨拶とかトークイベントとかをかなり数多くやっていて、で来ていただいた監督の作品は次もやりたいですし、劇場単体でそういうことをやってる劇場ってやっぱりあまりないとは思うので、なので神戸は元町映画があるので、そういう監督たちの作品を積極的にやると。で監督たちもとても嬉しいので、それはで実際にここに駆けつけて舞台挨拶もされると。今とても有名なという監督たちも何人かいらっしゃるんですけど、そういう監督が生まれること自体が映画館ミニシアターの喜びではありますね。神戸って山と海に挟まれてる土地なんですけど、元町映画館がある場所も結構海が近くて、昔の建物が保存されて、それが今も店として使われてるし、美しい街ではありますね。近くに中華街とかもあったりとか観光スポットではあるので、映画を見に来ていただく前とか後とかでも、美味しいご飯だったり遊べるスポットはたくさんある。立地はすごくいい場所にあるんじゃないかなと思います、元町映画館自体が。この映画はこのお客さんに届けたいとかあるので、そこは今もですね、工夫してやってるつもりなんですね。そうですね、やっぱりうちで見た映画に明らかに胸を打たれて出ていく人を見るとちょっとガッツポーズをしてしまったりもします。自分がいいと思うことを他の人に届けるっていう、これとても難しいんですけど、もうそればっかりはずっと考えてますけど、学生に対する割引企画とかうちで発案したものをやっぱうちだけでやるんじゃなくって、他の劇場、他の大阪京都の劇場も巻き込んでみんなでやろうっていうのをずっとやっていて、でそれは何かというと、全体が活況にならないとうちも盛り上がらないっていうのはすごく肌で感じているので、それは本当に神戸の中でもそうだし、関西の中でもそうだし、日本全国の中でもそうだし、やっぱそうつながることが実際にそういうつながっていくことがそれこそ未来につながっていくことじゃないかなとは思ってます。